ていうかさ、そう今日行くお風呂でさ、声かけられたんですよ。何が？声をかけられたんですよ。前行くところなんで。バディスマのそうそうそう。純ちゃんですか？そう、なんかいや言われたのがすいませんみたいな、若い子で大学生ぐらいの子で、もうパッて来たの。で YouTube やってますかって言われて、あやってますって言ったら応援してますって言って、ありがとうございますって言って、俺その時さ一人で行ってたからさ、ちょっと話したい気分だったの、人と世間話みたいなしたい感じだったのね、自分のフィーリング的に。だがしかしパッて行っちゃったの。だからあれと思って、なんかちゃんとなんて俺もさ挙動不審になっちゃったからさ、ありがとうございますみたいな、なんかちゃんとありがとうって伝えたくて探したの。さっきごめんなさいみたいな、ちゃんと俺言えなくてみたいな言おうと思ったんだけど、そしたら5人か6人組ぐらいで来てて、もう明らかに多分自分のことをゲイって言ってなくて、のんけの友達と来てたの。だからあんな感じでパッて来て応援してますって言って行ったんだと思って。なるほどね。だからでもそこの状況でも俺を見かけて声かけてくれるって勇気いるよね。勇気いるし、めっちゃ嬉しいし。嬉しいね、本当に。だけどだからそっとしといた、その後は。なんか楽しめと思って。楽しめそっか、素敵なエピソード。そう、ありがとうございます。で昨日もさお客さんにさ、女性の方でさ、カウンターでなんか YouTube 応援してますみたいな言われて、でありがとうございますみたいな言ったら、今日って勝人くんと中目黒いましたみたいな、今日は行ってないですみたいな、夕方頃みたいな言ったら、夕方まで家にいましたみたいな言ったら、めちゃくちゃ2人に似てる顔とか体型とかも、そう2人でいたんで、撮影かなと思って見かけたんでめっちゃ興奮したんですよみたいな。で何それ。そうで、今日来るからもうその話したくてみたいな言ったら俺たちじゃないですよみたいなだから声かけましたって言ったら、かけてないですって言ったから、かけなくてよかったですね中目のバディスマがいた。そう、中目のバディスマがいたから、バディスマですかって言ってさ、ってなったりするじゃん。風呂久しぶり？風呂久しぶり、マジで。今日もお風呂に向かうまでのドライブです。もうね、めっちゃ寒くなったじゃん、この1週間2週間ぐらいで。で寒くなってから、もう風呂まだ行けてないから。そうだね、確かに絶対気持ちいいじゃん、この時期風呂っていうのは。もうさ、水風呂入んなくても整えるじゃん。サウナ終わり。逆に水風呂ちょっとしんどい季節になってきてる。だから水風呂ちゃんって入って外に行くみたいな感じが一番いいよね。そうだね。あと皆さんに共有したいことがあって。何ですか？バディスマのストックがやばいんですっていうやばいよね。やばいよね、バディスマのストック。本当に存続の危機みたいな。そう、本当に自転車操業、なんかもう取って出してみたいな。だからちょっと字幕が英語字幕含め遅れるかもしれないんですけど、ちょっとちゃんと字幕は追ってつけるので、ちょっと待っていただけたら。本当にすいません。すいません。お互いにね、ちょっといろいろバタバタしちゃってね。そうだね。もうこの動画が上がってるのも奇跡。そう、本当にと言っても過言ではない。これ4日前に撮ってます、多分上がってたら。でもみんなどう見てるんだろうね。そのどれぐらいで撮ってさ、どれぐらいで上げてんだろうみたいな。なんかそれこそさ、結構前はさ、そんなに後ろ下がるか、すごい 1,2 ヶ月前の動画をさ、出したりしてたじゃん。そうだね。だけど今はもうタイムリーチャンネルみたいな、ストーリー、インスタのストーリーと一緒確かにほぼ。前はね、潤沢なストックがそうあったんですよ、たくさん。あったんですけど、だから逆に痩せて太ってどういうことみたいな。そう髪型も切って伸びてどういうことみたいな。前まではさ、カズとの仕事が居酒屋のくるみ屋があってさ、それが終わって休みだったらもう休みで2人で合わせて撮れたんだけど、今ちょっとね、カズとも個人で動かなくちゃいけないこととか仕事とか含めいろいろあるから撮影が撮れないんだよね。そうだね。てかそもそもさ、その週にマストであげるっていうのがさ、今までなかったじゃん。なかったね。そうだからこそ、そのストックのさ、消費も激しいよね。なんかなかったですか、この 1,2 週間ぐらいで出来事は。出来事ね、世話しなく過ぎてて、特になんか面白いこともなく。でもそれこそさ、あれじゃない、12月1日話した方がいいんじゃない？そっか。12月1日にナッツライブっていう料理の配信アプリで自分がお料理番組を出ることになって、インスタのねストーリーの方でその詳細1回載せて、そう1回載せて、で表参道高でやるんですけど、そこのスタジオに遊びに行けるよみたいな、直接見れる観覧席みたいのが抽選であったんですけど、結構
応募があったみたいで。あ、入れるのは35人まで。あ、そうなんだ。そう、入れるのは35人までだから、今もうその応募はもう終わっちゃってるんで、なのでぜひね、配信は見れるからね。配信で見ていただいて、夏ライブっていうアプリだけ落としといてもらえれば、その12月1日に19時からかな。でそこで自分が料理しながら配信を見て、多分コメントとかも返すのかな。ね。ちょっとどんな感じかわかんないんだけど、でもお店食べに来てくれた人でさ、チケット当たったんですみたいな嘘そう言われて、みたいな、応募してくれてしかも当たったんだみたいな、ありがとうございますって言って、嬉しいね。そう、めちゃくちゃ嬉しい。しかもさ、なんかもう何を作るかは言えないんですけど、もう作るものはさ決まってるじゃん。作るものはそう決まってるの。そうだけど、俺の友達も応募したみたいで当たって DM 来たの。私カルパッチョ希望だからよろしくねって言って決まってんだよと思いながらでもさ、俺ちょっとよくわかんないのがさ、コースみたいなの書いてあったじゃん。コースなのっていう。いやでも作るのは一品だからね。俺が作んないのも出るってことなのかな。俺35人分作るってこと？いや、同じものですよ。多分こんなこと言っていいのか、3分わかんない。でもさ、入り時間早いからさ、もしかしたらさ、全員分作って、練習も含め35人分だからくるみやカツとか出るかもしれない。やばくない？オーバークックみたいな。そうだよ。だからもしかしたら俺が手伝うかもしれない。そうだね。で、ちなみに私も同行します。映ったりとかしないんですけど、だから来てくれた人は会えるよね。そう、陰でいてよみたいな。めっちゃ嬉しいんじゃない？どうなんだろうね。多分来てくれる人はバディスマも多分見てくれてるだろう。そうだね。すごいテカリ上げてるけど大丈夫？てかもう顔怖くない？俺大丈夫か？顔怖いよね。怖いよ。怖いよね。これ上がるんだよね。俺も怖いから。そうか。11月も終わりますね。あっという間に今年終わるね。本当にあっという間だった。人生の中で今年がやっぱり一番早かった。早いというか、いろんなことが起きたから。確かにね。しかも後半でね。一番濃い1年だった。だってまず3月から YouTube 始めたじゃん。てか2月にタイ行ってたんだよ。それもすごくない？そうだね。2月にタイ行って俺8月にも行ってるからね。そうだよね。もう今年は本当に人生で一番濃い1年だったね。本当に濃かった。その目まぐるしさ、俺も近くで見てたから、多分さ、人生でさ経験できないことをたくさんさせてくれたし、見れたし、目の当たりにできたから、本当に俺も嬉しかったし。そうだね。いい1年だったよね。まだ終わってないけどね。まだ終わってないけどね。あと1ヶ月あるんで、でも来年もこの年を超えるぐらいいろんな経験といろんな活動ができたら。そうだね。いいよね。たくさんなんかご報告したい。なんか重大発表みたいなのとか。子供身ごもりました。身をごもったの？まさかの？そう。じゅんちゃんならありそうじゃない？わかんない。誰の子ですか？実は母乳が出るようになって最近母乳が出てしまってなんとつわりがっていうこともありえるんで。ありえるか。革命を起こしていこう。そうだよ。いろんなことしてみたいな。でもなんか今までやっぱりさ、家か車かくるみ屋の撮影だったから、いろんなところ行ったり撮影したりしたいな、来年は。なんかさ、もう今年はもう終わるからあれだけど、来年、2025年にやりたいことリストみたいのさ、2人でさ作る10個ずつぐらい書いて、それをクリアしていくっていうのやんない？しかも2人でやりたいことってこと？2人でやりたいことだね。2人でできること、行けるところとか、やれることとか。そんなんいっぱいあるよ。行きたいところいっぱいあるもん。トゥードゥーリストみたいな。それこそさ、自分の栃木とか、それこそ勝野出身の新潟とか、そういうところも案内していきたいかも。確かに。わかる？私のアナザーストーリーみたいな。いいじゃん。中学校とか行っちゃったりして。故郷とか見しても絶対暇な感じになっちゃうかもしれない。いいんじゃない？その Vlog みたいな感じでさ、気長に。こんなとこで育ったのみたいな。田んぼしか見えないよみたいな。そうでもすごい素敵な場所だよ。自然が豊かで大丈夫そう？こちらもすごくいいところだよ。こちらも負けじと。本当に。でもどうなんだろうね。なんかさ、小さい頃に見てた景色とさ、今見る景色ってさ、こんなんだったっけって思ったりすることもあるじゃん。あるある。感じ方が違う。そうだってやっぱ久々地元帰るとさ、やっぱいいとこだなと思う。
いや俺逆だったんだけど。あ、逆なの？なんかあれこんなのだったっけみたいなあ、じゃあなんかそのさ景色がいいと思ったところに行くじゃん。あ、でもそれもある。そう、この年になって小さい頃だったからすごいと思ってたのが、今大人になってあれみたいな。でもそれで言うと俺ちょっとディズニーとか、そういう系かもしれない。子供の頃めっちゃ確かにすごいワクワクして、もう朝の8時から9時から閉園までもう走りかけて行ってたのが、もう今はもうアフターシックスでいいよみたいな。アフターシックスで十分だよ十分だよっていう体力の衰え。それこそ俺多分超えられないの、その地元の景色当時に。それは逆のいい方なんだけど、昔さ計画停電あったの覚えてる？あったかな？あったじゃん。なんか何時から何時までは電気使いません、停電しますみたいな。でもなかったかも。うち嘘？こっちの方あったので、俺県境だからさ、山の上とか行くと一気にパッて変わるの。へえ。そう次は何時から何時は群馬県だからパッて消えて、何時から何時は栃木県だからパッて消えるみたいな。それを見に行ってた、上から。すごいね。そう、めちゃくちゃすごかったその時。でも病院だけはみんなろうそくみたいな。あ、でも病院だけはついてたけど電気が。さすがにね。そうそうそう、もうついちゃう。もうついちゃうね。で多分この後動画上がるか分かんないんですけど、次の動画はカズとじゅんじゅんちお泊まりルーティンです。イエーイ今日初めてじゃないかってぐらい。そうだよ、初めてだよ。ちゃんと泊まるの初めて。でもカズとから「今日じゅんちゃんち泊まっちゃおうかな」泊まっちゃおうかなって言われて「いいよ来い来い」って言って。次の動画お楽しみやで。お楽しみに。本当に。ということで着きましたんで、駐車場を止めますので。襲わないでね。何を襲うわけないじゃん何が起きても襲わないわ絶対に。あ、でもあなたが朝起きて、朝だってよ、カズとかもしも起きてこなくてさ、俺が起こしに行くじゃん。で起こしに行った時に、あなたがもしもイケメン俳優になってたら俺は分からないよっていうことだけは言っとく。だからカズとだったら襲わないけど、人が変わってたらありえないじゃんでも希望は胸に持っていきたいじゃん。そうだよね。じゃあまとめるとまとめるとトゥードゥーリスト年内に撮りたいな、それ。そうだね。年明ける前に撮って来年それちょっとうるさまれる。待って電源切っちゃうか。オッケー。カードが残っていますはい、どうぞ。トゥードゥリストを年内作って、これ2025年やってこうぜ。そうだね。やって、あとは振り返りみたいなのやりたいね。2024年。あ、2024年ね。2024年で一番〇〇だったことみたいな。もうさ、カズとは決まってんじゃないか。じゃあちょっと久しぶりの風呂満喫してきます。本当に寒くなったからね。皆さんも体調にはお気をつけください。眠くなってきちゃった。彼は微熱みたいなおやすみ。